田村浩一郎さんです。どうも田村です。よろしくお願いします。よろしく。大河のどうする家康スタッフクレジットに VFX スーパーバイザー、怪しい肩書きね。そう CG 業界的に熱い技術、3D ガウシャンスプラッティング、こんなような点群のデータ、つぶつぶがこれどういう風に収録してるか、一個一個表示されてるのはカメラなんですよ。動画で撮っちゃってその動画を処理するみたいな、そうするとこういう人とか、あとはこんなグラス半透明だらけの、いやこんなグラス頭痛くなりますよ。黒帯チャンネル。皆さんこんにちは、黒帯チャンネルです。今日はですね、ご好評いただいています業界話シリーズということで CG クリエイターのお仕事についてスペシャルなゲストをお招きしてお届けしたいと思います。株式会社スタジオブロスの田村浩一郎さんです。どうも田村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田村さんはですね、以前はセガとか SC さんとかゲーム会社にいる感じの頃に知り合ったんだっけな。なのでなんとなくゲーム仲間という感じでいたんですけど、今はゲームから少し離れて映像メインっていう感じなんですかね。そうですね。ちょうど10年ぐらいになるかなというふうに思います。最近のトレンドのゲームにはもうついていけないので時間が経ってしまいましたけど結構ゲームしますよね。いや最近しないんだ。そこまでやらないか。年に1本2本やるぐらい。直近だと大河のどうする家康のスタッフクレジットにあるのを見てました。VFX スーパーバイザー。怪しい肩書きね。そう。VFX スーパーバイザーって映画のクレジット見てると中盤で曲変わるぐらいの時からめっちゃ出てくるじゃないですか。何やってるか本当に分かんない人。何をしてるんだろう。アドバイスしてるのかなみたいな。でも必ずいますよね。そうですね。うん。VFX スーパーバイザーとか CG ディレクター。そういう肩書きで出るような機会が最近は多いんですけども、僕らが10代ぐらいのパンクな少年だった頃、こんなカタカナの職業、デザイナーだのなんだの、そういうチャラチャラしたものに俺は絶対ならねえぜって思ってた職業にいつの間にかなってる。職業って言っていいのか。職業。でもまあ職業ですよね。カタカナ嫌がるのがセガっぽい。確かに、ちょっと偏った人たち、偏った人アーケードのところってあんまり横文字言わなくて、対等もキャラ屋さん、ソフト屋さん、企画屋さんっていう、そういう呼び名でしたね。プログラマーとかデザイナーとか言わなかったですね。ゲームのスタッフクレジットでグローバル化した時に自分の名前がローマ字で書かれた時にテンション下がるみたいな漢字で書いてほしいみたいなちょうど90年代ボーイズだね、そういう性癖がありましたね。そういう性癖ありましたね。 VFX スーパーバイザーと CG 作られていてというところで、今日はね最新の CG 業界のお話とかお仕事とか技術のお話など伺えればと思っております。よろしくお願いします。具体的に今どういうお仕事をされてる感じなんですか？経営者割と何でもやるっていうか、軸足が CGって言ってもいわゆる従来の何か撮った映像に対して CG を後で合成するみたいなのを割とポスプロっていう風に呼んだりするんですけども、そういったポストプロダクションというよりかはどちらかというとプリビズより CG カットを撮るのに事前にどういう撮り方をしたらいいかみたいなことを簡単な CG アセットで検討するみたいな、そういうのをプリビズみたいに言ったりするんですけど、ただプリビズのお仕事してるかっていうとまたちょっと違うんですけども、どちらかというとそっち寄りで、僕出自がゲーム業界だからリアルタイムにいろいろ編集したり変更したりする CG みたいなもの、そっちの方が得意で、弊社も割とそういうものが得意。最近だとそういうもので需要があるっていうのは製造業とか建築業界とかのビジュアライゼーションで CG なんだけどフリーレンダリングレンダリングしちゃって変更できないみたいな CG じゃなくて、じゃあ車の色変えますとか、ライトの形状変えますとか、建築だったら周りの風景変えますとか、インタラクティブにやって検討していくみたいなことができるような可塑性のある CG みたいなところを得意としていて、なるほど。バーチャルプロダクションって話が出たんですけども、バーチャルプロダクションはどういうのっていうかっていうと、ものすごい大きな LED のパネル、なんか LED ウォールっていうやつですね。前に説明したことあるんですけど、僕ら後ろ緑色の壁でいつも撮影してまして、後でまさにポストで UE で繋いで飲み屋にいるような感じにしてるんですけど、そういうんじゃなくて後ろに LED の壁があって、そこにうちで言ったら初めから飲み屋が映ってるってことですよね。というスタジオを使うみたいな。そうです、利点がどういうことなのかっていうと、後合成するのと違って、現場で最終的なカンパケのものが想像しながら演者さんが演技できるっていうメリットとか、さっきポスプロっていう話をしましたけども、
後で CG を足す編集作業のところってものすごい作業がめちゃくちゃ発生してそこに予算かかっちゃうんですよ、だけど LED のでっかいパネルの前で演技するって言ったらもうそこで撮った映像そのまんま使える、俳優さんがいてその後ろにある LED パネルをカメラで撮る。でカメラを動かしたらその背景も動いてくれてちゃんとそこの空間にいるように見せるっていう技術ですね。初めてその技術を僕が聞いたのってマンダロリアンの時になんかで読んだんですけど、初めはね後でやった方がいろいろできるんじゃないって思ったんですよね。検討しながらもっとこういう風にした方がいい。でその一発撮りだと後で編集できない、後からだったらいくらでもこねこねできるからいいんじゃないかなみたいなことを思ったんですけど、現場で撮っちゃった方が早いとか臨場感もあるので、俳優さんもグリーンバックの前であなたは廃墟にいるという体でこの演技してくださいって言われると分かりにくいところもある中で、後ろに廃墟が映ってたりとか合戦シーンが映ってたりっていうのはいいっていうのはなんとなく分かるんですけど、それ以外なんか大きいメリットってあるんですか？そうですね、大河ドラマでバーチャルプロダクションって導入をしようって NHK の方々考えた理由としては、あれって1年間で50話ぐらいあるじゃないですか、1週間に45分1本作んなきゃいけないってなると、単純に予算とかいう以前に CG のカットそんな多くしちゃったら終わんないんですよ、終わんないけども戦国時代みたいなものを撮ろうとしたらセットの中だけだと画面がどんどん狭くなっちゃうから、CG カットが入ってるカットが 100% にしたいぐらいじゃないですか、そうすると逆算でいって結構大変な思いはするけども LED に映像流しながら全部それで撮っちゃう、屋外ロケとかもなくして撮っちゃうっていう方が事前に準備できるのでスケジュールにははまる、あとはロケって年々気候変動とかでしにくくなっているわけですよ、例えば今の日本の夏の一番くっそ暑い時期に鎧着込んで、外で走り回らせたりなんかしたら死人出ちゃうんで、そうですね俳優さんいっぱい集めたところで大雨降りましたとか、いろいろありえますもんね。日本だと時代劇のロケに使えるところって少ないんじゃないですか、そうなんですよね、昔グラディエーターっていう映画でね飛行機通ってんの、通っちゃったとか、時代劇とかもうおおらかだったから円形よく見ると電柱映ってたりとか見たことありますけど街とか絶対映っちゃいますもんね、どこ行ったって。ロケ隊を連れていくんだって、周り何も映り込まないようなところに連れてくって言ったらロケ隊が移動する予算がすごいことになる、100人規模で人が行くってなると、旅費だけでいくらかかんない、旅費もかかるし、都内の LED ウォールがあるようなスタジオで撮れちゃうし、俳優さんもねその日パッとそこに来てパッと撮ってパッと帰れる、そうですよね。そうなんです、それ結構大きくて、これは海外でもそうだと思うんですけど、売れてる役者さんたくさん出そうとするスケジュール調整がとんでもないことになるんですよ、大河ドラマとか結構大作の映画とかって同じ画面の中に結構人気のある役者さんを複数配置したいじゃないですか、そのスケジュール調整って考えるとロケでそんなことできないんですよ。本当にロケでやろうって言ったら主な俳優さん2人ぐらい連れて行って、2人ぐらい撮って別の人たちを別のスケジュールで連れて行ってみたいなことをしなきゃいけなくなっちゃう、時間も気にしなくていい、季節も天候も関係ないっていうような室内のスタジオセット内で屋外のシーンが撮れたらそれだけで相当メリットがある。確かに大変なスケジュール調整したのに台風来ちゃったみたいなことになると、もうそのカット撮れないって話になるんで、予定してた目玉のカットがない状態で映像作んなきゃいけないから、見てる側としてはあれ合戦シーン飛ばされたけどみたいなことになりかねない、そういう問題もあるんじゃないかな。確かにゲーム業界でいうと有名な声優さんを使う時なんかは一つなぎのシーンで本当は同じ場に集まってやり取りしてほしいけど別撮りして後で合わせるみたいなことありますけど、口論のシーンなんかを別撮りで撮ると結構しんどいんですよね。その場でやってなくて別日で撮ってたりするとテンションがギクシャクしてしまったりみたいなことあるんですけど、バチッと1日で撮れたりとかそうイレギュラーが少ないっていうのはいいですね。そうですね、ワンカットだけ有名な俳優さんを呼んできやすいですし、1時間だけその人空いてるからじゃあちょっと出てもらってすぐ帰ってもらってみたいなことができるから、LED ウォールのスタジオ僕も見学させていただいたことあるんですけど、結構ね臨場感ある、夕暮れのシーンだったら夕暮れっぽいライトをね俳優さんにも当たるしすごい臨場感あっていいなと思ったんですけど、カメラって今どういう風にトラッキングしてるんですか？カメラを動かすと背景動くじゃないですか、昔だったら光学でマーカーつけてとかスーツ着てとかだったんですけど、今ってジャイロとかでやってるんですかね？いろいろ方式はあります。これがメインで使われてますってことは実はなくて、撮影の現場によっ
って採用しているシステムは違うと思うんですけども、カメラのトラッキングがなんで必要かっていうと、LED の背景があります。その手前にセットを立て込んで、演者さんがそのセット内で演技をします。それをカメラが撮っていて、このカメラがフィックス、ビタ止まりしている時だったら背景が1枚絵でも全然問題ないんですけど、これが動いちゃった時に、手前のセットとか演者さんのパースは変わってるのに、後ろの背景のパースだけ変わらないみたいな。それを防ぐためにカメラの動きをリアルタイムにトラッキングして、追跡して、でそのカメラの動きに合わせて、後ろの背景もパースを変化させる。リアルタイムで動くと。その時にカメラが動いている動きをどうやってトレースするのかっていうと、今割と主流なのはカメラ自体に赤外線のカメラを設置しておいて、スタジオの天井に赤外線だけ反応するようなマーカーがついてて、それで自分の位置と角度をずっと計算しながら動く。スタートラッカーとか言われてる。はいはい、ありますね。それで点と点がいっぱいある星空みたいになってる。星空の並びで特徴点が取れるので、カメラが星空に対してどの位置にいるかっていうのを三角測量で割り出して、3D の空間上の位置が分かるんですね。そういう方式でやるのがバーチャルプロダクションでは主流だと。確かに見たことありました。あと時代劇とか見てて、そういう技術使ってるってこと分かっていながら驚いたのが、合戦シーンとかで歩いてる兵士たちの砂ぼこり、綺麗なバーチャルセットの中でやってるじゃないですか。あの辺はさすがに後から合わせてるんですか？奥の方の CG の中に煙を立てた上で、手前側のセットの方にもスモークを一応焚いていって、じゃあそっちはリアルスモークでやってるんですね。俳優さんとかが土の中走ってる時に、結構煙出てたんで、あれはもう本当リアルにやってるんですね。へー、面白い。リアルな煙を出した方が、後ろの方とよく馴染むんです。後ろのスモークの色と手前の本当のスモークの色味を合わせておけば、空間のつながりがすごいごまかせるんですよね。あれだけはポストでやってんだろうなって勝手に思ってたんですけど、あれはじゃあポストじゃないんですね。とにかくその場で撮ったら完成版ができるように撮ってるんですね。LED ウォールの管理してる人たちは、スモーク焚かれると LED にだんだん付着していって汚れちゃうので、あんまりいい顔はしない。なるほどね。水しぶき出すから水まこうぜとか言うと嫌な顔される。そりゃそうですよね。海外の事例だと手前にでっかいプールを置いて、その中で嵐のシーンやって後ろ LED とか無茶なことをやってるやつもありますね。そうやってでも行ってやるより安いってとこありますよね。ロケって皆さん想像されるよりもすごい手間と時間とお金がかかっちゃう。あります、撮りきれないじゃないですか。結局夜になっちゃったら撮れないとか、逆に夜のシーン夜しか撮れないとか、いろいろあるので、スタジオ内で撮っちゃうっていうと時間帯とかが全く関係なく撮れるから、すごくスケジューリングがしやすい。さっきマンダロリアンの話とかもしましたけど、ドラマとか映画は普通に使われる技術になってきてるって感じなんですかね。皆さんが目にしている、特に CM が多いと思うんですけど、CM の映像でさりげなくバーチャルプロダクション使ってるものって結構もう今多いと思います。優れたバーチャルプロダクションってバーチャルプロダクションであることがバレないことが優れているから、バーチャルプロダクションすっていう感じに見えないから逆に気づかれないですよね。そうですね。憧れられない職業。あれすげえな、あの人みたいなやつ作りたいなっていう風に若者がなるかっていうと、結構そのきっかけが少ないかもしれないですね。インフラ事業みたいな。バレなければ勝ちっていう。こんなのいつ撮ったんだろうとかね、こんな俳優さんがこんな場所でどうやって撮るんだろうって思うやつありますけど、そういうのは割と使われてるって感じですね。そうですね。よく使いましたよって事例で出てくるのは、カーチェイスとかそういうシーンで街の背景を実際にロケでカーチェイスしてるわけじゃなくて、バーチャルプロダクションでやってるって事例も多いですし、日本国内だと現実に存在しない背景とか、あるいは現実にはそんな無茶できないようなシチュエーションとか使うよりかは、駅前とか街角とかそういう背景の日常によくある一コマなんだけど、そこで演者さんが結構大きな声でわーって叫んでるシーンとか、素材として街角の風景をちょうどいい天気、季節の時に撮っちゃって、それを後ろに置いてバーチャルプロダクションで深夜に撮影するみたいなことも結構ある。売れてる演者さんが空いてる時間帯でパッと撮れるみたいな、使われ方してるのが結構多いと思います。僕らがやったもの、具体的に名前を挙げると怒られるかもしれないんで、ぼやかして言いますけども、電車の乗ってる CM のシーンとかで実際にリアルに存在しているのは、演者さんとつり革だけで、後ろの電車の乗客とか中とかは全部 流れてる背景とかも流れてるっていうようなものとか、そのリビングのシーンで家族がわーって
談笑してるようなシーンで、スタジオ内にあるのはソファーだけで、じゃあもうポツンとソファーだけあって、あとは LED ウォールの中でわーって言って撮ってるってことですね。撮ってるとか、そういう事例は結構あって、先ほど話されたように、バレないのが勝利なので、僕らが見ても使ってるかどうか分かんない CM って多分いっぱいあると思うんですよ。昔の話で言うと、電車で GO っていうタイトル、CM で駅に電車が来て、みんながわーって満員電車を降りてくみたいなシーンは、千葉のど田舎の早朝の駅に社員がみんな集められて、そこで電車にぎっしり乗って降りるっていうのが何度も何度もね、辛い寒い中で撮らされたというのがありますけど、今はもうああいうことしなくていいし、後ろに映ってる乗客も CG なんですよ。それはやっぱりコスト安くできるなっていうのはすげえ想像できますね。海外ドラマとか映画とかでも電車のシーンとかも大抵そういうような撮り方してるんだと思うんですよ。電車撮るのってめちゃめちゃ大変ですからね。ダイヤ調整してもらったりとか、朝か夜撮るかとかっていうと明かりの問題もありますし、地下鉄とかだとね、まだ深夜早朝に撮っても日光とかね見えないからいいですけど、新幹線で事件起きる系のやつとかで本当の新幹線使ったりすると、1回行く2時間の間に全部撮り切らなきゃいけなかったりとか、時間的制約もあったり大変ですけど、今後映画とかの表現の幅は広がるんですかね。ね、そうですね、なんで最近バーチャルプロダクションみたいなのが出てきたかっていうと、でっかい LED で輝度が出せるものが出てきたから。今まではカメラで撮ってもバレちゃってたんで、 LED ウォールの輝度が低すぎて。昔だとそれこそプロジェクターで投影したスクリーンプロセスみたいな、ちょっと薄ぼんやりした輝度のやつでやると、いくら画角とか合わせたとしても、なんか後ろに映ってんなっていう感じだったってことですね。また立ち悪いことに HDR とか企画出てきてると、明るさの深度が深い映像媒体になってくると余計それがバレる。なるほど。さっきね、いくつかやられたやつ見せてもらったんですけど、全然バレないっていうか、普通に撮ったんだろうなって思ってるような CM いっぱいありましたからね。バーチャルプロダクションの話いろいろ伺ってきたんですけど、他にもね、いろんな技術ご紹介いただきたいなと思ってるんですけど、最近やられていることとか技術とかあったりするんですか？僕らは先ほど言ったようにポストプロダクションっていう形ではあまり仕事としてやることは少ないですけども、リアルタイムの CG みたいなものを扱うことが多いです、そこがゲーム業界と近しいですけど、ただゲーム業界と違ってゲームの CG ってその中にキャラクターが動いて、どこまででも歩いていけて、みたいな、どちらかというとワンカットでのクオリティとかいうよりかは、トータルで大体同じぐらいのテクスチャ解像度で世界が全部作られてて、クオリティにばらつきがあるような悪目立ちしないように、トータルのアーティスティックな、そうですね、密度感がここだけ急に上がったりここ下がったりっていうとね、気持ち悪いよねっていう話はよくゲーム業界ではしますけど、だからテクセル合わせるみたいなことするやつのゲームの CG、それとは映像の方は考え方は違うので、同じリアルタイムの技術使ってるんだけど、技術的とか目指すところっていうのは結構違うから、作り方はどうしても違ってくるかなって思いますね。現実のロケーションって見た目はね、すごい地味な民家みたいなんでも 3D で実際作ろうってするとすげえ大変じゃないですか。そうなんですよね、だから先ほども話に出ましたけども、カメラが動かないフィックスの状態だと、撮ってきた絵素材 2D の映像素材でいいんだけども、カメラを動かそうとすると、それに対して連動してほしいってなってくると、現実にある空間を 3D で再現しなきゃいけない、CG やられてる方だったら想像つくと思うんですけど、くっそ大変まあ何もない空間とかだったらいいですけど、いろんなものがごちゃごちゃあるようなところでリアル感出してくれとか言われると、まあ作るのめちゃめちゃこんな狭い場所でも何千万ってかかりますからね。映像とかだと結構期間が短いわけですよ。ゲームとかと違ってお金もあるけど期間がありますよね。だってワンカットにそんなかけらんないですから、1カット作るのに数週間で作らなきゃいけないみたいなことになってくると、迅速に背景を構築するっていうことが結構求められてきて、それで最近熱い技術がいっぱい提案されて、いろんな論文も出始めていて、業界全体的に3次元空間の再現みたいな、メタバースとかそういう VR 系のものでも要請されてますし、映像表現とかでもそういった新しい撮影スタイルに合わせて現実の 3D 空間を再現したりとか、それを編集してシャッフルしたりするということに、できるだけ制作期間を圧縮して作れないかっていう要請がいっぱいある中で、最近熱い技術がいくつかあって、その辺をご紹介できたらなと思います。はい、というわけで画面切り替わりまして、これはリアルな神社階段ですが、3D なんですね。そうですね。割と写真に近いみたいなものなんだけども、画面内を 3D
空間として表示してるみたいなものになります。へえ。ガラスの照り返しみたいなのも綺麗に出てますね。そうですね。こう正面の神社のガラスとか。はいはい。これはどういう風に作られてるんですか？そうですね。これが2023年ぐらいに出た論文が元になってて、最近ちょっとその CG 業界的に熱い技術なんですけど、3D ガウシアンスプラッティングっていう手法で、今まで割と我々 3D 扱う人間が使ってたのって、ポリゴンベースというか、いわゆる板をつなげていって、そこにテクスチャ貼ってっていう。ねぷた祭りみたいな。いや確かにね、ねぷた祭りみたいなやつ。で、世の中の全てを表現しようとしました。これは、そのどちらかというと、パーティクルの集合なんです。はいはいはい。例えばこれパーティクルだけにすると、こんなような点群のデータ。つぶつぶが置かれてるってことなんですね、3D 空間に。はいはい。で、この点の一つ一つに、丸いディスク状のスプライトを発生させて、そのスプライトの色とか大きさみたいなものがカメラこっちから見た時と、こっちからグーって見た時と、みたいな時で、そのカメラ方向相対で、スプライトの色とか形が変化するみたいな。なるほど。その 3D 空間の一点に対して、これを右から見た場合は例えば青く見えるけど、左から見た場合は緑に見えるみたいな情報を持っていて、その点たちが。そうですそうです。カメラの位置に応じて色を変えていくってことですね。現実空間でもその物体を見るときって、例えばこの石をこう見たときに、この光がこっち側から来てて、ここに当たって、で、その光が反射してこっちに見えて、ライトが僕のほっぺたのここの部分に当たって、こっち側から見た時の色と、こっち側から見た時のここの色って違うわけですよ。反射率とか質感によって光を返す色味が変わってくるんですけど、それを従来の CG だとポリゴンに対して固有色の色味をテクスチャーでつけるんだけど、光の情報に対して反射をどういうふうに返すかみたいなものを質感の設計で作ってあげてってことをやることで、色味の変化みたいなものをポリゴンベースで表現するんです。これは現実空間で収録していった時のそのカメラ方向のこの地点の色味みたいなものを方向ごとに大体持っといて、その間を補完することで、右から見たとき、左から見たとき、正面から見たときみたいな3ポイントがあったとしたら、これがぐーっと回り込んでいったときに、この地点の色味が変わってくるみたいなやり方で、リアリティとか質感みたいなものを表現するっていう考え方で作られたものなんですね。で、これぐーっと寄れるかな？寄っていくと、そうですね、こんな風になっていて、わざとちょっと解像度は楽してきたんですけども、これ細長く見えますけど、ディスク状の平たい丸いものがこう一個一個引き伸ばされたりして配置されているものだと思っていただければと思うんですけど、これをたくさん集合させて、でこの一つ一つがカメラ方向に対してこう色の、今ちょっとわかるかな、こう移動するとこの画面真ん中辺の色味がちょっと変化しているのがわかると思うんですけども、この色味の変化みたいなものを大量に集合させることで全体として現実空間の風景を撮影したものを再現している。すごいなと思うのが、奥のガラスに映る照り返しの森みたいのがあるじゃないですか。動いた時にちゃんとリアルに動いてますけど、今までの CG の考え方で言うと、あそこに反射させて後ろのものを見てっていう計算して、半透明で奥も見えてるのを合成してってやってましたけど、もうこれはガラスの場所にそういう点の情報があって、それが右から見たらこれを反射してるよね、左から見たらこれを反射してるよねっていうので表現されてるってことなんですよね。そうですね。これどういうふうに収録してるか、これ僕の住んでるところの近所にある風景なんですけど、これ一個一個今表示されてるのはカメラなんですよ。こうやって見ると、こんな風に。これをリアル空間で撮ったってことですか？この枚数。そうです。うわ、大変だけど、なるほど。なんとなくわかる。歩きつつ全方位を。そうですね。途切れず何往復かしてる、この歩いた形跡がわかりますけど、写真で見ると、こんな。これが元データ。そうです。これが連番のデータになっていて、だいたいこれだと1039個ってなってるから、1040枚ぐらい
のデータセットから3次元測量を大量にやって対象物の形状とカメラ位置みたいなものを後処理で導き出して3次元空間上にこういう風に配置して再現するんですよ。カメラの位置はどうやってこいつに渡すんですか？これはジャイロとか使ってるとかいうわけじゃなくて、例えばこのカメラ、隣り合った2つのカメラがありますよね。このカメラからこう見えてる風景、このカメラから見えてる風景っていうのを大体似通った部分っていうのがありますよね。例えば目鼻があったとしたら、この辺が黒くて、この辺が白くて、みたいな。ピクセルの並びの情報で近似してるものが、この写真とこの写真の両方に写ってるんですよ。その近似してる位置を割り出して、それが写っている場所みたいな。じゃあ、純粋な画像データから、これとこれは隣だろうなっていうことで、カメラ位置の座標っていうのは手入力してるわけでも、写真撮った時に何か GPS とかで撮ってるわけでもなくて、そうです。純粋に画像で撮れちゃってる、ね。画像で撮れてる色情報の並びの近似を撮って、その近似に対してカメラの座標がどこにあるかっていうのを導き出して、三角測量ですよ。なるほど。カメラが2つあって。逆に言うと、すんごい離れちゃうと分かんなくなっちゃうこともあるってことですかね。1000枚撮るって、すごい大変に見えるけど、今のモデルを作れって言われたら、1000枚撮るってもう、何時間とかですよね。2時間とかで。いや、そんなかかんない。さっきの速さって意味で言うと、凄まじく速いですね。そうですね。データ処理にかかる時間も、現行世代のゲーミングマシンとかのレベルのもので、割と数十分レベルで作れちゃう。例えば、午前中にここに行って、30分ぐらいでバーって1000枚ガーって取ってきて、家帰ってきて30分ぐらいバーっとデータ処理すると、ポンとこの 3D 空間がもうできちゃう。なるほど。ゲームに使うにはどうしたらいいかってどうしても考えちゃうんですけど、そのポリゴンデータとして出してくるっていうことにはなってないってことですよね。そうですね。だからこの技術に関してはあんまりゲーム向きではない。なるほどなるほど。ゲームだとね、どうしてもあそこにある灯籠を倒したくなったりとか、こうガラッて開けて中入りたくなったりとかするけど、そこはもうできてないからってことですよね。物が移動したりとかっていうことには増えてって感じか。あとはライティング変えられない。ポリゴンベースだと CG でライティングすれば夜とか昼とかをできるんですけど、この場合もう昼撮ったら昼の情景のままで。あそこの灯籠にろうそく立てたりとか、3D ポリゴンでやってると簡単に光源置けばいいよねって話になりますけど、そういうのは難しいっていう、そういうのは難しい。僕太くありそうですけど、何に使うんだろう。壊しちゃう貴重な建物とか保存したりとか、そう遺跡とかも良さそうだし、あとはやっぱり映像作品でバーチャルプロダクションに移す背景として表示するっていうこともできますし、ポスプロでも使えますし、映像作品向きではある。確かに、そっか。ここに行くのは田村さんだけでいいんですもんね。そうです。俳優さんに行ってもらう必要がないっていう意味で言うと、僻地だろうがなんだろうが一人が行ってロケデータを持ってきたところに30人40人集まって撮ればいいっていうことで言うと、場所全体を割と簡単に持ってこれちゃうっていうのがすごいいいですね。これが積極的に使っている事例っていうのはそこまで多くないと思うんですよ。2023年で2年経ってないくらいの新しいものなので、ツール自体もそんなに整ってない。これポストショットっていう、まだベータで有料化もされてない状態のソフトウェア使ってますけども、あとは Python とかで自分で組んだりとか、論文を実装して自分で組んだりもできるので、最初の頃は僕らもそういうふうに試したりしてたんですけど、こういったものが出てきて活用として使うのは映像業界もそうだし、先ほど言った文化財保護とか、その時代時代のもので撮っとけば後で見れるとか、再現できるとか、そういう部分もありますし、あと最近の事例だと動作が軽いので VR とかにも使えちゃうんですね。メタ、Facebook の会社がメタクエストっていう 3D ゴーグルを出してるんですよね。あれのサンプルデモみたいなので配布されてるもので、ハイパースケープっていうデモがあって、CG の人とかではなくて、本当に生粋のアーティスト、彫刻家とか、そういうアーティストの工房とかをこの技術を使ってもっと精細に、今これ解像度割と低い状態ですけど、もっと精細な解像度で撮ったようなものを VR でプレビューするみたいなデモがあって、日本でも昨年末頃から見れるようになって、結局これってすごい量のパーティクルなんで、ローカルの環境でそれをレンダリングするのってそこまでいくと難しいんですね。このぐらいだったら普通に表示できるけども、なのでクラウドゲーミングみたいな感じでサーバーで処理して出力だけ送ってくるってことですね。ような方式でそういうデモがあって、
将来的におそらくメタが考えていることっていうのは、例えばこのスタジオをユーザーが元のデータセットは写真の連番でいいわけですから、iPhone とかでも写真の連番でバーって撮ったやつをメタ社にサーバーにポンと送ると、その空間を3次元構築したステージみたいなのをクリエイトしてサーバー上に置いてくれて、それをみんなで URL 入れたら見れたりとか、利用したりみたいな、そういうことをやろうとしてるんだと思うんです。3D 写真みたいな感じで普及する可能性ありそうですね。そうです。連番を一発で撮れるようなものがあると普及しそうですね、一般に。一応出始めてて、連番だけじゃなくてもうちょっと形状をしっかりとかスケールをしっかり撮るものと合わせるので、レーザー測用のやつと組み合わせて特殊な機材でザーって撮るとプリビズ用の背景が一気に短時間で撮れちゃいますみたいなハードウェアとかも徐々に出始めてます。まだ一般にそこまで普及してないけど、去年末ぐらいから出始めていて、それを活用する先はこの 3D ガウシアンとかになってくるんです。周辺技術みたいなものでは、ちょっと前にあった十何年ぐらい前からあったものとしては、フォトグラメトリーっていうものがあって、聞いたことがあります。同じように大量の写真からの3次元推定で、ポリゴン作るやつですよね。最近の AAA のタイトルとか、そういったものだとフォトグラメトリーで収録した現実のオブジェクトをベースに CG 作ってたりとかが結構多くなってると思うんですけども、そのベース技術みたいなものが大体10年ちょっとぐらい前から普及し始めて、それの近傍技術として2020年ぐらいに出てきたのが、NARFっていうニューラルラディアンスフィールド、さっき調べましたっていうその技術論文があって、それの場合は先ほどお話したような複数のカメラから3次元測量というところは一緒なんですけど、NARFっていうものはこのカメラとこのカメラの間に、ここはカメラで撮ってる素材はないけど、このカメラとこのカメラからここから撮ったらどういう絵になるのかを推定してここの画像を作り出すみたいな。だからニューラルって入ってるんですね。割とディープラーニング系の技術なんですけども、それが2020年ぐらいに出てスタンダード取るかなみたいな感じだったんですよ、その時は。いよいよ CG もポリゴンじゃない時代が来るかもしれんみたいに僕らは思ってたんですけど、ネックとしてはカメラとカメラの間の映像をフレームごとに作っちゃうんで、カメラを動かした時にいちいち作ってるから結構処理が。ようやく分かった。カメラから見えてる画像のみを作っていくんですね、常に。これみたいに点群があってとか 3D 空間がどうこうとかいうことは一切もうなしで、そこから見えるであろう光景をずっと想像し続けるってことなんですかね。ちょっと厳密は違うけどざっくり言うとそんな感じです。なるほど。それだと最終的な作りたい解像度が高くなれば高くなるほど計算量がすごいことになっちゃう。確かにそうですね。じゃあリアルタイムに利用するってなるとマシンパワー数年単位では解決難しいなっていう課題があって、リアルタイムとかで動かせるような方法ないってみんなが考えた末に2023年に出てきたのが、このパーティクルとして空間に置いて、そのパーティクルに色つけて全体をやるみたいな、よく考えるなと思うんですけども、そういうものとして出てきて、これが相当使えるぞっていうことでメタとか大きな会社も次世代のサービスに組み込んでいこうみたいな動きがだんだん増えてきてる。なるほど。今後の CG 業界は様子変わってくる可能性もありますね、ゲーム業界も。先ほど丹田さんがおっしゃられたように反射してるものとか、ガラスで透明なものとかって、フォトグラメトリーとかポリゴンベースがすごい苦手だったんですよ。細かい説明省きますけども、反射するものとか透明なものっていうのは形状化が難しかったんですね。でもこのパーティクルベースだと形状化しなくてもいいから、見えた方向から成立する色がそこに出せればいいっていう方法なので、どんなものでも撮れるんですよ。ってことは一般の人が景色を保存したいみたいに思った時に、フォトグラメトリーとかの手法だと形状ができないから全然汚い絵になっちゃってがっかりってなってたのが、これだと一般の人が望む 3D 写真みたいなの確かにそうですね。作りやすいんですね。エンドユーザー的に使いやすい、すごい専門知識でいろんなことやって CG に仕上げるみたいな工程が必要ないみたいな技術として、いろんなサービスとして出てくるんじゃないかなと思うんですよ。もうぼちぼち使い始めているとは思います。映画のあるカットは実はみたいなことはおそらくもうすでにある。ワンカットぐらいだったら全然これ使ってたとしても分かんないですよね。ちょっとぼかしたらもうバレないです。手前にちゃんと演者さんとかが来たりとか、リアルのセットが来たら、今解像度低い状態でやってますけど、この絵でも全然成立しちゃう。そうですね。もうこれだけでね、普通に写真って言われたら写真だよねって思いますもんね。社会深度のカメラボケとかも加えたら、それだけで全然成立しちゃうものになってくる。カメラボケはどうなんですか？カメラで写真撮っていくっていうことはどっかにピント合っちゃうじゃないですか。
写真ベースの3次元測量をするときは、カメラボケと手ブレは大敵。なるほどね。データセットとして理想的なのはファンフォーカス。どこにでもピントが合ってるような状態のデータセットでやるのが望ましい。写真側にもコツが必要なんですね。そうそう。被写界深度のボケって一眼レフとかで綺麗に撮れるっていうのが売りになったりするじゃないですか。あれってカメラの焦点距離で生じるものなので、焦点距離が短いカメラほどパンフォーカスなんです。実はこういうもので再現するんだったら iPhone で撮った方が一番いいのか。意外といけちゃうんですよ。iPhone は iPhone で AI でいじっちゃってるから、いじられてしまうと現実のものと整合性が立たなくなるから、また別の問題は生じるんですけど、でもデータセットとしては安いカメラの方が意外といい素材撮れちゃったりとかしちゃうんですよ。そういうのも含めてハードルが低い可能性ありますよね。そうなんですよ。一般の人がすごい機材買わなくても、携帯の写真でバーって撮ったものでそれなりに見れるものが作れちゃう。利用は相当進むんじゃないかな。せっかくだからもう一個のやつを、フォトグラメトリーとかって人とかそういう動いちゃうものを撮るのが苦手で、こっちから見たカメラで撮ってる時と、こっちから見てるカメラで撮ってる時のその時間差が生じると、このお姉さん多分すげえ頑張って止まってるんですよね。そうですね。でも呼吸しちゃうじゃないですか。あとは風が吹いてきちゃったり。そうですよね。ブレちゃうとポリゴンベースの3次元化って整合性が取れなくなるので、詳しい方は見られたことあると思うんですけど、すごい何百台もカメラで囲んで、バシャって一発で撮るみたいなことですね。SF みたいな、すげえリグで何百枚のカメラを一気に撮るみたいなことをしなきゃいけなかったんですけど、ここから見てる風景とここから見てる風景で3次元的に多少ちょっと揺らいじゃってもずれたとしてもここの色を再現できればいいわけだから、結構ずれちゃっても撮れちゃうんですよ、再現できちゃうんですよ。なるほど。そこが結構強みになってくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もちろん駆け回る子犬とかそういうのは撮れないですけど、何十秒か止まっててくださいって言って、わーって一生懸命こうバーって言って、写真の連番じゃなくて動画で撮っちゃって、でその動画を処理するみたいなことでもいいですし、そうするとこういう人とか、あとはこんなグラスこんな半透明だらけの。いや、こんなグラス頭痛くなりますよね。3D のゲームで、こんなにいっぱい半透明のものを気軽に置くなって感じですけど。現実の風景としてあるバーの風景を再現するってなると、相当大変だったんですよ。このままバシャって撮ったものだと全然使えないから、この瓶一個一個別の方法で再現して、CG でわざわざ作っておいて、CG 空間でのライティングと加えてこの現実の写真に近づけるみたいなことをしなきゃいけなかったんですけど、それが単純にただ単にパッと見栄えでやるよっていうぐらいだったらこんな感じで作れちゃう。ただ撮れてない部分はこんな風に崩れちゃうんですよ。もう後ろはこっち側カメラ撮ってないから、この辺でカメラがここで止まってるんですけど、そこまで撮ったってことですね。こことこっち側のこの突端の部分との間を無理やりパーティクルの色を補完しようとしちゃうんですね。だから撮れてない部分を補完するとすごい変な色にこっち側になっちゃうっていう、無理やりこう線形で補完してるから。これちなみにどんぐらいの時間でいうと何分ぐらいこのお姉さんは頑張ったんですか？これは1分かかってないと思うんですよ。でもパシャ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 って撮って、そう100枚ぐらいかな。これは周りの背景をお姉さんどけた状態で動かないものは別撮りしておいて、でお姉さんまたここに押し座ってもらってバーって撮ったのをここだけくり抜いて別で撮った綺麗な背景にポンと置き直すみたいな、そういうシャッフルもできる。確かに確かに。今のところ弱点としては静止した状態の空間再現になってくるので、映像作品に使うときに絵が止まっちゃってるみたいなものなんですけど、その辺も結構研究進んでまして、この 3D ガウシアンを動画でやろうっていう動き、それはもう本当に大量のカメラを同時にやんないとダメですよね。時系列っていう概念が生まれちゃいますもんね。後ろのカメラが映っちゃいそうだな。でも映ってもいいものがあるんですよ。スポーツ中継、あとライブ中継、この技術を一般の人が何年後かに目にするっていう形ではおそらくなんですけど、適当なこと言ってますけど、バスケットの試合とかの選手の動きとかを周りで天井とかからぐるっとカメラで撮ったやつから保管して、そのシーンをじゃあリプレイしてみましょうとか言って、こうグーってカメラ入っていって
ダンクシュートしてる瞬間のもうかなりいいところで撮る。そう、ここでこの選手はこういう動きをしてますねみたいな形で僕ら目にすることになる。サッカーとか、バスケとか格闘技も良さそうだな。そうですね。格闘技一番楽なんじゃないですかね。野球とかの方が辛いと思うんです。フィールドがでかいから。小さいフィールドであればあるほどカメラの密度が多くなる。細かく撮れますもんね。格闘技は結構来るんじゃないですかね。カメラも置きやすそうだし。そうですね。インパクトの瞬間とか止めてみたりとか。あとはカメラが抱えてすごい迫力のあるところで見てる。そうですね。そういうことに使われるんじゃないかなと思います。動画でやれるようになるとかなり夢が広がりますね。止めてやると遺跡とかの保存とか止まったものでの活用っていうのしか思い浮かばないですけど、動くってなった瞬間に夢広がるな。映像の背景素材としてだったら、動いてない部分は後から鳥だけ足すとか、雲だけ足すとか、そういった形でごまかせますけども、止まっただけじゃつまんないっていうところは、そういった形で保管されていく。ただ動画にした 3D ガウシアンみたいなものは一般の人にはなかなか作りにくいので、マトリックスのぐるっとカメラみたいな、あれを一番想像しちゃいますよね。ああいう機材としては揃えなきゃいけないので、シチュエーションによるんですけど、スポーツ中継ではむちゃくちゃみんなが見たがってるものを提供できるから、おそらく数年じゃないですかね、5年経ったらもう普通に一般の人はみんなそういうものを見れるのが当たり前だと思ってかねない。あとは自動運転のシチュエーションを学習させるのに、実際現実空間での学習させるってできないから、事故を勝手に起こしたらできないので、それを CG 空間でバーチャルでトレーニングさせるみたいなのがあるんですよ。それいうのにも使われていくんじゃないかなと思います。画像認識ですもんね、あれも結局。あとは工場とか、そういったところのセンシングみたいなところにこういった技術が食い込んでいくんじゃないかなと思います。今後の CG こんな技術が流行っていきそうみたいなことはお聞きしたんですけど、ポイントはどの辺なんですかね。お話しした 3D ガウシアンとか NARF とかそういった新しめの画像生成技術、保管技術ですよね。実際にはニューラルなんとかとか言い方されるので、なんとなくピンとくる方は来ると思うんですけど、これもやっぱり深層学習系の AI の仕事なんですよ。結構一般の生成 AI っていうもので今割とわーって盛り上がっているところで取り上げられがちなものって、プロンプトをやるといい感じの絵を作ってくれちゃいます。そういう方で結構注目されがちなんですけども、実際に CG の現場とかそういったところで AI をどうやって活用していくかっていう話になった時は、先ほど話したような保管技術、データセットとデータセットの間をどういうふうにつないでいくかみたいな、条件付けをどうつなぐかみたいなところがメインになってくると個人的には思うんですよ。今まで手作業でやっていたようなものがスピーディーに早く安く、速さが結構大事なのかなっていうところありますけど、あとはできることも増えてくるんですね。今ゲームのキャラクターとかでモンハンのキャラクリめちゃくちゃ頑張ったんだけど、可愛く作ったんだけど、インゲームで動かしてみたらぶっさみたいな。それなんでかというとテクスチャーが貼られてゲームのライティングが来たりとか、下からの照り返しのライトが来た時に自分があんまり強調しようと思ってなかった頬骨がすごい強調されたりとか、そういうことってありますよね。あとは処理負荷で実際にインゲームのポリゴン数がちょっと下がってるとか、それで意図しない見た目になっちゃうみたいなことはあるんですけど、それをニューラル系のリアルタイムの保管技術使って、動作は軽い状態なんだけど、キャラクリの画面でフルフルの状態の、正面から見たらこういう風に見えてほしいというユーザーさんの気持ちをちゃんと AI が学習しておいて、そういう決めのシーンだったら必ずちゃんとそのようにすると。なるべく早くやった方がいい技術かもしれないですね。リアルになればなるほど違うんだよねっていうのが必ず起こります。モンハンだけじゃなくてね、結構いろんなゲームでその話って出てきちゃうんで。あとモアレみたいなものを保管してあげたりとか、今は割と僕映像の話をしましたけども、ゲームとかの CG としてもニューラル系の保管技術がリアルタイムに処理することができるようになってきているので、最近 NVIDIA がその辺の機能をどんどん発表していたりするんですけども、ゲーム業界にもそういった形で AI の恩恵みたいなのがどんどん出てくると思います。なので元となるデータセットとかイメージ画とかが AI で生成しましたみたいなものは取り出されてるけども、どちらかというと個人的にはこうなってほしいけどそうするのにすげえ大変だったんだよなみたいなところが、そこを AI
AI の力でギュッと短縮できて、もっとたくさんシーンが作れるようになったりとか、はい、ちょっと不細工になっちゃったキャラクターを一つ一つ手書きで直すみたいなことは現実的には不可能だったけど、それに近いことが AI を使ってできるようになってくる。映像業界ではそういった使われ方をすることの方が多いんじゃないかなと個人的には思っています。はい。トムさん、今日はね、貴重なお話ありがとうございました。最後、お知らせとかあれば。じゃあ、宣伝させてください。僕の所属しているスタジオブロスっていう会社で、最近ちょっとサービスとして展開しようかなと思ってるものがありまして、いろんなゲームスタジオとか、あるいは CG 制作会社で過去に出るとかの資産とか、マヤで作りましたっていうようなものっていうのを別のツールで使おうってするのって結構大変なんですよ。一般の方はそうなのって思うことだと思うんですけど、CG 業界だと当たり前なんですけど、ツールが変わっちゃうと、このツールで作ったデータってこっちのツールでは使えないのが本来は当たり前なんですよ。最近はそれをつなぐ中間データみたいなものが整備されているので、以前よりは行き来しやすくなってるんですけど、まだまだネックになってるのは、形状は行き来できるけど、質感みたいなものを行き来させるのが難しい。なんでかっていうと、それはツールごとにレンダリングのアルゴリズムが全然違うから。なんとなくは移行できても見た目がすごい変わっちゃったりして、結局直さなきゃいけなかったりしますもんね。そういうのを今、統一規格としてやはり NVIDIA とかが次の世代は共通できるような汎用フォーマットとして作ろうよ。どのツールでも大体同じ見た目になるような汎用のものを作ろうよという動きはあるんですけど、まだ実現はしてない。規格を策定しているような状態。CG 屋さんっていうのデータをコンバートするのが大変なんですけど、そうですね。それを割と自動的にある程度いい感じにコンバートするみたいなシステムを経営者開発しておりまして、例えばマヤとアーノルドっていうレンダラーで調節したものをアンリアルエンジンにシーンとして持っていきたいんだけど、マテリアルの変換とかがめちゃくちゃ大変っていうのを自動的に変換して、シーンを再構築してお返しするみたいなサービスを始めようと思ってまして、ご興味があればぜひともお問い合わせいただければと思います。これはゲーム会社結構興味あるところ多いんじゃないですかね。特にアセットが大量にある会社ってね、いっぱいありますからね。アセットって作るのにめちゃくちゃ時間かかるから、過去の資産使いたいんだけど、でも使うようにするのにコストがかかっちゃうっていう問題で、倉庫に眠ったままの資産とかってあると思うんです。そういったものをちょっと活用するのにデータコンバートみたいなことをお問い合わせいただければ、いろいろ対応できると思いますので、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。あとは弊社ではアンリアルエンジンっていうエピックゲームスっていう会社が出しているエンジンを使うことが多いんですけども、そこの認定パートナーみたいな形でアンリアルのトレーニングするとか、あるいはアンリアル活用しましたみたいな、そのパートナーがランクみたいなのがありまして、この間ランクでトリプルバッジって日本国内でも珍しいと思うんですけど、3つの部門でゴールドを取得しているので、アンリアル困ってるからぜひでももうね、今アンリアル使ってるのはゲーム会社に限らずあらゆる現場で使ってますからね。そうですね。要望は多いんじゃないかなって気しますね。なんか母艦としてはすごいいいツールなので今後も活用していきたいと思います。あと本も以前から出してるんですけど、その第2版が教本的なやつですかね。そうですね、リアルタイムビジュアライゼーションの教本、後で URL をそうですね、全部概要欄にリンクを貼っておきます。その第2版がついこの間出ましたので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。はい。CG の話はね、まだまだいろいろ話したいテーマあるんですけど、またぜひ遊びにいらしてください。というわけで、黒帯チャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方など、ゲームに関するいろんな話をお届けするチャンネルです。面白かったという場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。また、こんなテーマの話を聞いてみたいなど、リクエストがございましたら、ぜひコメント欄にお願いします。というわけで、次回またお楽しみに。さようなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。